それではまずはじめにやるべきことは、周回用キャラのゲットだぜ。我らがサトシくんの名言と被ってるでしょうが、ざっくり言うといろんなイベント、ストーリー攻略といったこのゲームにおいて一番周回するクエストに強いキャラのことだ。なるほどね。確かにこのロスワというゲームにおいてまずはじめにやるべきことはストーリーの攻略とイベント周回でレベルアップと素材獲得ですもんね。それでどんなキャラを獲得すればいいの？チュートリアルガチャから始めるよって方はコンパクヨウムとキリサメマリサを確保しておこう。まずコンパクヨウムはさすがは二刀流剣士なだけあって、陰攻撃、陽攻撃どちらも火力を出せてどこでも連れて行けるのが偉い。コンパクヨウムはスペカニとラスワで全体攻撃が可能なので、ほとんどの探索で活躍できるのがポイント。スペカニの人気未来永劫山はブースト未使用時でも金属性がついているので1ターン目から相手の弱点を狙うこともできるぜ。また最適性絵札の有限の牽制絵札を装備すれば火力も命中も簡単に補えれて化けることが可能。またヨウムは、ステータス全体が高くスキルやブースト、グレイズによる火力強化を行えるので簡単に高いダメージを出せるんだ。また、単体全体と両方のスペルカードを持っているので、多くの探索で活躍が見込められるぜ。さすがは元祖最強キャラ、ロスワでもこき使われ続いてキリサメマリサなんだが、初期の実装キャラで唯一スペカが2種ともに全体攻撃となっていて、陽光と炎光の数値も高く対集団戦に非常に強いのが優秀。特にマリサの代名詞とも言えるマスタースパークは能力やスキルとも噛み合っていて非常に強力で原作通り、みんな消し済みにしてくれるだろう。やっぱり全体攻撃キャラは序盤ストーリーでは特に重宝されますよね。3ウェーブの時なんかは特に間違いないな。スペルカードが優秀なので一片白を使ってでも1突する価値はあるね。初心者さんは特にラスワまでたどり着くのが難しいので、全体スペルが強いマリサは重宝しますよ。また転生後、スペルカードの核バレットの威力は、コイフノンディレクショナルレーザーは約 2.5 倍 2.8 倍、ラストワードのブレイジングスターは約3倍に強化されてかなり化けるぜ。あとチュートリアル以外で獲得できるキャラクター以外は誰がおすすめなの？他のキャラクターとしては、ユユコ、豊姫とかパルシあたりが欲しいところ。ただし、ロスワは狙って当てれるようなものじゃないし、結局引くガチャは前回紹介したおすすめガチャになるから特に言う必要はないかな。豊姫やパルシの性能解説もしているので気になる方は後で見てくれ。そして今現在開かれているガチャで引くべきはもちろん3周年ガチャだけど、私的にはもうすぐ出るエピック日替わりガチャ、レリック日替わりガチャを推奨しているぜ。絶対3周年キャラの方がいいでしょ。初心者さんとか復帰勢さんは特にキャラ数が少ないと思うんだけど、強キャラ数を増やすならこの日替わりガチャが超おすすめ。むしろ合理的に考えれば全員こっち引いた方がいいと思ってるぐらい。2022年のキャラなのにそこまで神ガチャなの？なぜおすすめするのかというと、天井引き継ぎが可能なこと。運営者さんの言い方的にエピックのところで400ポイント、レリックで350ポイントみたいに好きなものを引いてもポイントが貯まる形式で、好きなキャラを選べれるようなんだぜ。一応1年前のキャラなので神決勝オンリーなんてことはないと思われるしな。それならば間違いなく神ガチャじゃん。例えばもし50連でエピックで青レイムが出たら、続いて他のエピックを狙いに行って爆死しても、そのまま引き継いで天井で取れる可能性があるんだ。戦利ポイントが貯まれば好きなキャラを手に入れれるみたいな感じになるはずなので、キャラ数を増やすなら間違いなくこのガチャなんだよ。ちなみにエピックでおすすめキャラクターは、青レイム、身勝手の小石、ギャルユカリンあたりだね。青レイムは言わずもがな、2022年の最強ランキングナンバーワンのキャラクターで、白小石は全体に9枚割るというぶっ壊れブレイカーナンバーワン。ギャルユカリンは東方ロストワードで欲しい火力が高いことに加えブレイクができ、また回復、サポートができるというドラクエの賢者みたいな感じの性能ですよね。幻想郷の賢者だけにそうなったのかもな。レリックのおすすめキャラとしては、白小石と肩を並べるほどのぶっ壊れブレイカーかなこ様。同じく優秀なブレイカーで火力も出せる小明治悟り、レリック界の申し子、レミリアあたりがおすすめ。またこの辺の解説もしようと思うのでお楽しみに。そんなエピック、レリックに関しては、無凸でも十分活躍できるので、正直一体に集中するよりキャラ数が多い方がいい。なんといってもエピックは特に当たる確率が低すぎますもんね。キャラクター当てるのにも一苦労なのに。そうそう、なので日替わりガチャまで待つのをマリサ部長は推薦するね。もちろん一番は好きなキャラを確保することだがな。この辺のガチャを引いてとりあえずキャラ数を増やすことが大切。そもそもなぜキャラ数を増やす必要があるのかというと、お使いを活かせる回数が増えるからなんだ。このお使いというシステムは人によっては一番結晶を集めることができる、優秀なシステムなんだよ。一つのお使いにつき、最大6名のキャラを割り振ることで時間経過によりアイテムをゲットできる、いわゆる放置芸的要素ですね。ポイントとしては報酬アイテムは確定ではなくランダム。結晶が報酬欄にあっても、必ずしもゲットできるわけではないんだが、1日に何度もやればいいところで15個は稼げれちゃうんだよ。なのでお使いでは、
とにかくキャラの種類が多いことが重要になってくるんだ。あ、なるほどなるほど。だからキャラ数を増やす必要があるのか。となると、初心者さんはすぐに被りキャラを限界突破に使うのではなくて、残しておく方が無難かもですね。ただしキャラ被り、つまり同じキャラが2人以上いる場合はそのうちの1人しかいけないので覚えておこう。でも報酬はセットしたキャラごとに判定されるようなので、お使いに行けるキャラが多ければ、その分報酬ゲットの確率が増えるからキャラ数は多い方がいいな。あとお使いはプレイヤーレベルが20、40、60になった時に対応するレベルのお使いが解放され、レベル60が上限となっているんだ。つまり初心者さんはプレイヤーレベルは60にしておくと良さそうです。もちろんレベルが高いほど、優秀な報酬をもらえるのでレベル上げをやっておこう。それでキャラ数が多いと周回回数も増やせるから、おのずとプレイヤーレベルも上がるんだ。これにより、結果的に素材や結晶を増やすことができて、また強いキャラを引けるチャンスがあるということね。このことも踏まえて、3周年キャラより日替わり復刻をおすすめしているぜ。そして次にやることはログインボーナスの受け取り。なんだ、そんなことか。需要抜けて早弁しに行こうっと。と思った君はちょっと待ってくれ。今回のログインは非常に大切なんだよ。ほう、少しは話を聞こうではないか。まず今回のログインボーナスは非常に嬉しい豪華なものとなっているぜ。スペルカードが解放に必須の限界突破素材盛り盛りじゃないですか。しかも6日目はガチャチケット70枚、7日目は結晶が102個ももらえるという超太っ腹なこともしてるんだ。ガチャ20連分はでかすぎた。なので、確実に7日まではログインするようにしておこう。そして今回はなんと毎年恒例の降臨堂ルーレットが廃止。降臨の唯一の出番がなくなりました。その代わりに、合計300連を引けるガチャが登場。ただし、課題をクリアしないといけないようで少し難しいようになっているようだ。と言っても応急処置として6月まで行われるそうですね。長く遊んでもらうための秘策でしょう。ここに悟り妖怪がいます。このガチャは期間中、ログインボーナスなどで特別宿主を獲得でき、それで回すことが可能。これはいわゆるガチャチケット。最大300連が無料になるんだよ。なるほど、先ほどの解説で言ってたけど、初心者さんは特にキャラ数を増やすことが重要なので、このガチャを回すためにもログインしないといけないってことね。そう、期間は長いが特別限定ガチャなので必ずログインしてほしい。できれば2ヶ月以内に30日ログインできればクオリティの高いフィギュアやふもふもぬいぐるみといった豪華商品が抽選で当たる可能性もあるし、確実に結晶や神結晶、エマがゲットできるんだ。特にサイエマがどうしても欲しいところ。そのサイエマってどんなアイテムでしたっけ？このサイエマは対象のキャラクターの中から、7なんと好きなキャラクターを選んで仲間に迎え入れるんだ。歴代の中でも最高すぎるアイテムじゃん。サイエマは、対象のキャラクターの中から好きなキャラクターを1人選んで仲間に迎えることができるアイテムなんだが、対象キャラクターは仲間確定宿主と同様となり、ラインナップも同様に更新されていくぜ。仲間確定宿主で登場するキャラクターは、ゲーム内のお知らせを見るといいぞ。ラインナップは更新されていくんですね。初めてのサイエマには終了期限がないため、好きなキャラクターがラインナップに追加されるまで待ってから使用することも可能だから慌てずに使うといいぜ。期間無制限はありがたすぎますよ。そしてもうすぐすれば、L1 キャラにもかかわらず、ロスは全体でも強キャラクラスのヘカーティアラピスラズリや、ハニアス新景気の登場すると思われるから、まだ使わず持っておくのを我がスクールでは進めているぜ。ハニアス新景気については何度も解説しているから知っていると思うんだけど、ヘカーティアラピスラズリについてはもともと単体ラスは持ちとして単独最強のパワーだったんだが、最適性絵札の登場などによって、腐るどころか全キャラクター中最強を争うレベルへと覚醒したキャラなんだぜ。ただし、先ほども言ったようにキャラ数を稼ぎたいところなので、キャラ数の少ない初心者さんは使ってしまうのもありですよね。使う場合は先ほども言ったように周回に強い豊姫などがおすすめ。なので、強キャラゲット、好きなキャラをゲットするためにも目標としては30日ログインをすることだな。ちなみにこの特別宿主は課題でのゲットにもなるので、課題内容を見てクリアしていこう。ちなみに詳細については、ゲーム内課題ボタンから確認することができますよ。そして次にやるべきことは廃人勢も必ずやるデイリー探索の周回。これは序盤はもちろん慣れてきてからもずっと続けていくべきクエストだ。1日3戦日曜のみ9戦までクリアできるステージ。全戦闘が1ウェーブのため、手早くクリアできるんだよ。キャラ経験値、プレイヤー経験値がメイン探索より多い傾向があるため、デイリーに限ってはコストを問わずフルメンバーでの出撃を進めよう。デイリー探索自体が巻物や花形、指南書さんといった手に入りづらいアイテムを効率よく手に入れられるんだ。ドラクエでいうところのメタル狩り場みたいなもんだと思ってくれ。魔人の金槌要員でセイランがおすすめです。ちなみに指南書は道場でキャラのスキルレベルを上げるのに使用できますよ。クエストを周回することで手に入る報酬はクエスト選択画面の
の右下にある、ドロップの隣に表示されているものが報酬となっていて、それぞれタッチすることでドロップ内容が確認できるぜ。デイリー探索では回数こそ限られるものの手に入れづらい指南書や花形、巻物を確実に多く手に入れられるので毎日周回していきたいところですよ。あとデイリーは1ウェーブなので、フルオート機能を使うと楽に探索できますよ。特にデイリー探索は運が良ければ各種育成素材の3が手に入るんだ。これらはメイン探索では現状手に入らないので、必ず進めたいところ。なるほどですよ。また原作期間中、デイリー探索におけるアイテムのドロップ確率が3倍になってるんだ。なのでこの期間中に行き忘れのないようにしていきたいところですね。ちなみに開始日時は2023年4月30日で、終了日時は2023年5月15日深夜12時までとなっているぜ。そして次にやるべきことはお使い。これは先ほども言ったように結晶を稼げる場所なので絶対にやってくれ。結晶ががっぽり手に入るチャンスですもんね。そう、現在2倍キャンペーン期間中、つまりお使いによって手に入る報酬が2倍になっているんだ。たまに臨時で結晶3つ獲得チャンスのやつがあるんだが、キャンペーンにとってこれが2倍。つまりうまくいけば一気に6個も獲得できるという神システムなんだ。とにかくお使いは積極的に言ってくれ。ゲームをプレイしていない間も、仲間を積極的にお使いへ出して報酬を獲得できるのでやるべきですね。こちらの開始日時と終了日時は同じだぜ。あとやるべきことは寺子屋だな。こちらも期間中、寺子屋によって手に入る仲間経験値が3倍になっているんですよね。ゲームをプレイしていない間も、仲間をレベルアップできるので積極的にやっておこう。あと東方ロストワードでは、キャラのやる気というのがありこれがなくなると探索に行けなくなるんだ。そのやる気をなぜか戦闘で疲れたはずのキャラを寺子屋で勉強させることで回復するので覚えておこう。いつも思うけどブラックすぎるシステム。こちらの開始日時と終了日時はお使いと同じですよ。そして次にやっておくべきことは、衣装の購入だぜ。サードアードアニバーサリーコレクションというのがあって、この期間中じゃないと手に入らない衣装があるんだ。ちなみに衣装は、キャラの外見を変更できるコンテンツですよ。お気に入りキャラの衣装を交換して、ゲームをさらに楽しめるというもの。特に能力に変化することはないので注意されたし、ただしイベント対象のキャラ衣装を所持していると、探索時の通常イベントポイントの獲得量や、レアイベントポイントのドロップ確率が上がる効果を発揮するんだ。また、イベントによっては増加する倍率が変化するので、お知らせを確認しておきましょう。最後に期間中の課金パックだな。今回の課金パックはかなりお得なものになっていておすすめだぜ。例えば、こちらの好きな超フェスを選べるエマがついたパックや、松竹梅の結晶2倍パックなどだね。好きな超フェスキャラクターをゲットできるパックとかめちゃくちゃいいじゃん。超フェスキャラクターは強い割に育ちがいいことからコスパが良くておすすめなんですよね。その中にはサポーター最強の超フェスサブメがいるんだ。サブメは遠行、陽光どちらもガチガチにバフをかけてくれる超優秀なサポーターですよ。ああ、この子がいればどんなキャラクターも強くなれるという優秀なサポートに加えて帯電結界ブレイクも可能という強キャラ。あと後ほどこの子がいると分かったんだけど、抱負と平等の潤沢院渡月豊姫もめちゃくちゃおすすめ。この子はイベント周回、絵札周回、高難易度の高魔刀や、迫力スダイ、VS フクレイなどどの環境でも適性を持っていると言ってもいいほどの性能で、非常に優秀なキャラ。RTA みたいに手っ取り早く強赤にしたいっていうのならこのパックと限界突破に必要な天片白が4つ入ったパックを買うというのもありだな。それでも1万円かからないので、課金を考えている人はありですね。さて、以上が東方ロストワード3周年にやるべきことまとめだぜ。やるべきことがかなりあったので、何をどうしていくべきか明確化できたので助かりましたよ。ざっくりまとめるとキャラクターを増やして、キャンペーン中のお使いやイベントで強くしていこうという感じだな。私と同じように水着フランと水着レミリアを引いて爆死した視聴者さんはその怒りを高評価にぶつけていってくださいね。また3周年情報とか結晶集めまとめなどの解説もやっているので、絶対見ていってくれよな。それ悟空の次回予告やん。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。